私は社長就任以来数々の撤退を決断してまいりました。真価が問われ覚悟が試されるのは事業を終える時だと思います。閉めるっていうことは大変大きなことなんで、それを、恐れてます、忖度してます、怖がってますというふうに申し上げました。トヨタイムズの富川悠太です。今や世界中に工場のあるトヨタですけれども、海外で初めて工場を建てたのはブラジルだったんですね。でそのブラジルサンベルナルド工場が今年の11月11日に閉鎖しました。なぜ60年以上続いた歴史に幕を下ろしたのか、そしてこの先どんな未来が待っているのか取材しました。Heraldo Menezes de Almeida, meu nome. Minha família, tenho uma esposa, 2 filhos e um neto. E eu, até para começar, é difícil, porque tudo o que eu tenho feito e o que eu tenho conseguido na minha vida foi fruto daqui. Eu vou embora, mas vou sem querer, mas sei que tem uma hora para tudo.これまで会社を支えていただいた OB の皆さん、そして社員の皆さん、そして地域の方々、また仕入れ先さんの皆さん、本当に多くの皆さんの支えでこれまでサンベルもやってきましたし、これからもっと大きく羽ばたく飛躍するブラジルのトヨタがあります。2023年11月、60年の歴史に幕を下ろしたブラジルサンベルナルド工場。伝説のプレス機、そして未開の地を開拓してきたある車の存在が長い歴史を支えていました。海外初の工場としてサンベルナルド・ド・カンポ市に工場が完成したのは1962年のことです。敷地面積はおよそ19万平方メートル。ずらっと並んでいる車は開拓者という意味を持つバンデランテ、ブラジルトヨタの象徴です。バンデランテはブラジルの農牧業を支えるワークホースとしてすぐさま根強い需要を獲得しました。総生産台数は10万台以上。およそ40年にわたり未開の地を開拓してきたバンデランテ。その模型がサンパウロ市のとある場所に飾られていました。すいません、こんにちは。よろしくお願いいたします。富川と申します。山下です。よろしくお願いいたします。早速ですけれども、船がありますね。そうです。これは笠戸丸でして、はい、最初に移民を乗せてきた船です。1908年にブラジルに到着しました。ここはブラジル日本移民資料館。ブラジルに渡った日本人移民に関するさまざまな資料が展示されています。日本人移民とトヨタ、実は深いつながりがあるんです。最初は、契約農ですねとして来てますので、働く労働者ですね、ですからコーヒー農園に入って奴隷扱いをされたり、馬に乗ったブラジル人が銃を持って見張ってるんですね。きちんと働いてるかどうか、怠けていれば脅したりして、ですからそういう生活を日本人はしたことがなかったので、最初は大変だったわけなんですね。笠戸丸で海を渡った781人をきっかけに、第二次世界大戦が始まる前までにおよそ19万人が移住したと言われています。しかし終戦を境に日本人を見る目はより厳しいものになりました。
ハワイの、真珠湾真珠湾攻撃は奇襲攻撃であったとか、日本人は信用できないとか、そういうイメージを、学校でも言われたりして、そういう一面が少しはあったわけなんですね。そんな中、戦後の高度経済成長により日系企業の進出ラッシュが始まります。トヨタ、富士フィルム、石川島播磨の造船所とかですね、大洋漁業とかいろんな企業が、進出してきた時期であります。この日本企業が進出してきていろいろないい製品を出すようになりますと、それとなんていうんですか、みんなが仕事できる場所ができていくわけなんですね。そうすると急にブラジル人が日本人、日系人に対するイメージがすごい変わっていったんですね。ですから日本企業のおかげはすごい多くあったと思います。その象徴の一つとして飾られていたのがバンデランテでした。中南米を統括する井上正弘本部長はバンデランテ開拓者と名付けた理由についてこう語ります。でこの地図にありますように、ヨーロッパからこの沿岸地区に船で来て、植民地が始まって西へ西へと開拓していったわけですよね。でそれがバンデランテという開拓者の名前で、農業を開拓していく日系人とバンデランテがうまく重なり合って地震になっていった。で、来たファミリーもですね生活できるようになってお金が儲けられるようになって、子女の教育にねお金を使って、大きく日系社会が伸びてきたということだと思います。そんなバンデランテとともに写真に写る男性、サンベルナルド工場の開業当初から働いていた OB の原口さんです。原口さんにとって、サンベルナルド工場っていうのはどんな存在ですか？いやー、親父の次に親父みたいな人じゃないかな、そう思いますよ。僕が今あるのはあそこでいろいろ勉強して今の自分になれたのはあそこのおかげだと思ってますよね。高校卒業後の1959年ブラジルに移住。その後ブラジルトヨタに就職し1995年まで勤務しました。それだけね、思い出もいっぱい詰まってる工場だと思うんですけど。そうですよ、もう本当悲しいですよね。カローラの部品でもいいから作ってほしかったよね、ずっとね作ってほしかったですよね。いつ聞いたんですか、最初に閉鎖するって？閉鎖するのは去年の今頃かね。いやー、それはどうなるんだろうと思いましたね。トヨタこれまで大きくなってきたんだからなんか違う形でね残してほしかったなと思ったですけどね。多くの人の思いが詰まったサンベルナルド工場。今も当時の面影が残っています。初めて訪ねたのは5月のことでした。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらへどうぞ。今日最初に見ていただきたいのがサンベルナルドの歴史ですね。まず工場建設をしていた当時の写真がまだ残ってます。こんなのっぱらみたいな感じだったんですね。そうですね。当時はもう周りに何もなくて、工場建設の時はもうポツッとトヨタの工場があると、そういうふうに、写真からも見て取れます。はい。出迎えてくれたのはサンベルナルド工場ができた当初から残されている大量の資料です。やはり先人の方々はですね、こういう記録をですね残してやっぱり後輩に伝えると、そういう気持ちがやっぱりこういう写真からも伝わってきます。はい。はい、それでは現場をご案内いたします。はい、お願いします。でも綺麗ですね。フロントローはこちらがですねカローラセダン、カローラクロス向けの足回りのですね溶接、塗装組み立てをしている台です。今ちょうどトラブルがあったみたいでメンテナンスの方が、修理チェックしてるんですね。はい、通常通り稼働する工場。しかし
従業員はもちろん閉鎖することを知っています。この工場が閉鎖するって聞いた時にどんな感想を持ちました？ Foi baque muito grande assim, né? Porque são 18 anos, né? Que eu trabalho nessa empresa, né? Fiquei pouco assustado. 家族はここで住んでるわけですもんね。 Sim. Moro na Reunião, nessa região, né? No início, né? Minha esposa, né? Eu tenho 2 filhas também pequenas, né? No início, elas ficaram pouco assustadas, né? Mas depois que nós começamos a pesquisar a cidade lá, viu que ia ser uma coisa muito boa pra gente, né? Então ela ficou contente, acabou ficando muito contente. ブラジルにはサンベルナルド工場のほか3つの工場があり、サンベルナルド工場の従業員は誰でも希望をすれば他の工場などに就業することができます。ご自身の気持ちはどうですか？新しい工場で働くにあたって。 Muito feliz, muito feliz. Fiquei muito feliz assim de ter essa oportunidade aí de novos conhecimentos, né? Uma nova planta, né? Vou mexer com outras coisas, né? Aqui eu trabalho na parte de solda, né? Pintura, e lá eu vou trabalhar com parte de motores, né? Então estou muito feliz. 従業員の対応にあたるマルセロさんは。 Bom, daqui para frente, a gente quer treinar bem as pessoas que vão absorver os novos processos, dar condições para que eles consigam manter a produção desses componentes que nós fazemos, para que o nome da Toyota não seja influenciado por falta de comprometimento dos colaboradores de São Bernardo. Nosso objetivo 新たな一歩を踏み出すのは従業員だけではありません。サンベルナルド工場を長年支えてきたとある宝もその一つです。で、今から行く場所がですね、プレス工場になります。ここは1962年から稼働しているですね、一番古い建物になります。ああ、すごい。やっぱりなんか年代を感じますね。そうね、歴史を感じますよね。はい。まだこれ。 はい、稼働してるんですか？はい、現役で稼働します。はい。すごいな。いや、見てくださいあれ。いや、1934って。喜一郎さんがだってトヨタ自動食器の自動車部としてこれ買ったやつってことですよね。はいはい。トヨタ自動車の前身豊田自動食器自動車部に1934年に設置された伝説のプレス機小松700トンプレス。1962年サンベルナルド工場の誕生とともに船で日本から運ばれてきました。ここに至るまでに何度かオーバーホールをしてですね、保全をしながら今まで使い続けていると、そういうことです。大事に使い続けたんですね。そうですね。ローカルの方たちもですね、そういう歴史的にですね価値があるものだというふうに認識しておりますので、そういうこともあって大切に修理をしながら今まで使い続けているということになります。はい、80年以上も稼働を続けるプレス機は歴史的にも価値のある非常に貴重なものです。すごいぞ。まさか実際に操作をさせていただけるとは思ってもいませんでした。よし、では挑戦します。ここに入れてここにつける。いきます。せーの、よいしょ。感動。これがおお、すごいできました。私一つ作らせていただきました。今でも現役の小松700トンプレスはこの後新たな一歩を踏み出します。でこの後ですね、閉鎖した後はこのプレスマシンを里帰りさせようということでトヨタ自動車の本社工場、今移管をするというプロジェクトを進めております。はい、小松プレスのその後もトヨタイムズニュースでお伝えする予定ですのでお楽しみに。
最後に工場の外を案内してもらいました。こちらが記念銃のエリアになります。ちょっと足元お気をつけください。はい。こちらがですね。英二さん。豊田英二さん。へえ。はい。これが英二さんがはい。植えた木なんですね。やっぱりかなり成長してますね。そこにあったのはサンベルナルド工場を訪れた人々にまつわる記念碑や記念樹です。その中で一つだけ離れた場所に植えられた木があります。ちょうど左手に見えるですね、はい、緑っぽい木がですね、大野太一さんが植樹された木になります。大野太一さん、 TPS トヨタ生産方式を体系化したと言われ、ここブラジルに TPS の精神を根付かせました。大野さんだけはやっぱり現場の工場の近くに植樹したいということでここに植樹したというふうに、聞いております。当時現地スタッフばかりだった職長組長職に日本語の話せる日系2世を抜擢。瞬く間にトヨタ生産方式がサンベルナルド工場に浸透していったといいます。日本から行った指導員が日系2世の植生を通じてトヨタ生産方式を現場に導入し訓練していったら、彼らはそれまでとは打って変わって素直に吸収し、めきめきと力をつけていきました。当時ブラジルトヨタの生産方式はおそらく日本よりも進んでいたでしょう。そういう点ではブラジルトヨタはまさしく多品種少量を作るモデルケースというかテストプラントというか、トヨタ生産方式が一番うまくやれたところですね。サンベルナルド工場に、大野太一さんっていう方はどんな存在だったんですか？トヨタのオリジンである衣工場、本社工場をトヨタプロダクションシステムを確立した方がですね、もしも戦争がもう一回起こったらせっかく作り上げたものが、失われるということで、ブラジルにそのコピーを作ろうということでサンベルナルド工場を作られたというふうに聞いております。大野太一さんは、この地域に何度も来られて、それこそ長期滞在されて、ローカルの人たち、日系人の人たちと一緒に TPS をコピーを分身ですね、分身を作ったと。豊田章一郎名誉会長もブラジルトヨタの設立を振り返り、生前こんな言葉を残しています。ブラジル進出はトヨタの海外戦略の第一歩であり、いざとなったら日本のトヨタを支えてもらいたい。しかしその第一歩となった工場の歴史に幕が下ろされます。決断に至るまでの葛藤を井上本部長が赤裸々に語ってくれました。ブラジルで、今現在作ってる車が、カローラセダン、カローラクロス、エティオスヤリスと、この4車種を作ってます。で4車種で合わせて18万台ぐらいの生産なんですけども、18万台生産で工場4つっていうのはやはりちょっと多すぎると思います。そこにコロナ問題があって、工場を止める羽目になって、どこかで決断が必要だという時に大切な工場なんで日本に帰ってですね、当時の東田社長に相談に行きました。その時に交わされた会話が決断を後押しすることになります。恐る恐る話したもんですから、その様子を見た当時の明夫社長はですね、井上、何をそんなに忖度してるのかと、何を恐れてるんだというふうに言われまして、やはりこれはトヨタ最初の工場ですから閉めるっていうことはこれは大変大きなことなんで、それを恐れてます、忖度してます、
怖がってますというふうに申し上げました。忖度の前に、君は何のために、製造事業を南米でやってるか考えたことがあるのかと言われまして、物を作るというのは雇用を生んで、そこで物を作ってその人々の暮らしに貢献し、人々の幸せをするためなんだというふうにおっしゃいまして、生き残るためには、ね、やるべきことをやらなきゃダメだろうと、何を考えてるんだということで、勇気を持って前に進みなさいということで背中を押されました。海外工場の閉鎖はブラジルが初めてではありません。豊田章男会長は以前海外からの撤退についてこのように語っていました。私は社長就任以来、数々の撤退を決断してまいりました。グローバルにビジネスをするということは、世界中のステークホルダーと共に生きるということであり、トヨタが事業を展開するその町の人々と共に生きるということです。そしてその真価が問われ、覚悟が試されるのは事業を終える時だと思います。私たちにできることは、仕事を失うことになった仲間の無念さをずっと忘れずにいること、そしてもっといい車を作り続けることだと思います。まさにサンベルナルド工場は真価が問われ、覚悟が試される時を迎えました。そして井上本部長が最後に従業員に伝えたメッセージ。Hoje está encerrando-se a história de produção da fábrica da Toyota do Brasil em São Bernardo do Campo. Mas isso é para a realização das palavras da Shoichiro. Decore para o sucesso. Junto com os colaboradores e suas famílias que se mudaram, a Toyota produzirá carros, outros ainda melhores, ampliará as exportações do Brasil para toda a América Latina e outro mundo. A todos as pessoas de São Bernardo do Campo, muito obrigado pelos 65 anos. Mas o legado da Toyota no Brasil continua. Muito obrigado. ここからはですね、現地で閉鎖セレモニーに参加されました河合親父とともにお伝えしてまいります。親父、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今日私たちはこういったポロシャツを着ています。胸にはバンデランテ、ブラジルトヨタの象徴の車がここに乗っていますけれども、このポロシャツというのは、はい、これクロージングセレモニーにみんな来てこれで参加しました。はい、みんなが本当に一つになったっていうね、一体感がすごいな、まあ、それだけにみんながここにどれだけ思い入れがあるかなっていうのをね、すごく感じました。思いの詰まったポロシャツでもあるということですね。そして親父は今も現場に立ち続けていらっしゃいますから、現場の気持ちっていうのを誰よりも分かってらっしゃると思うんですけれども、その自分が働いていた工場が閉鎖されてしまうっていうのはどういう気持ちなんですか？実は本社工場も、まあ本社工場が一番トヨタの中で古いわけですけど、はい、組み立てっていうのがあったんですね。はい、15年6年ぐらい前か、これがあそこで閉鎖すると、はい、言った時に一番やっぱり抵抗があったのは、そこに入ってずっとやってきた30年やってきた人たちがやっぱりその思いがものすごく強いんだよ。はい、でここでこうやったこうやったって、それがなかなか抜けきれんで、じゃあよそへ、高岡とか堤とか変わってくださいって言った時にものすごい抵抗にありました。私も自分で担当でずっと一つでやってきたんで、はい、例えばこれがなくなったら俺もどうしようかな、やっぱりね、そういう気持ちがねすごい湧きました。ここのサンベル行った時も、はい、あの人たちを見た時に年配たちの人の気持ちがね、なんか自分たちもそうだったよな、
そういう気持ちだろうなってつくづく思いました。実際にどんな声が聞かれました？いや、俺もここでずっと育ってで今息子がここで頑張ってくれとるとかね、はいはい、まあそういうことで自分学校を出してやったり、もう本当に自分があるのはここの会社っていう、まさしく僕らもそう思って、僕はトヨタにずっとおるんで、トヨタのおかげで今家庭もあるし全てある、そういう思いはねやっぱり一緒だろうな。でみんなの声を聞いてもそういう年配たちの人同士の声、会話がね本当にな、昔ここはこうでこうでって本当に懐かしそうに喋ってみえたんで、本当に苦労されながらここまでやってこられたっていうね、その思いがあるんだろうなっていう、ちょっと私もじんと皆さんの顔を見とると一緒のような気持ちでじんと来たんですけどね。なるほどね。逆の角度から見て、トヨタにとってサンベルナルド工場っていうのはどんな存在だったんですか？びっくり、私も改めてこれ見た時に1958年にあそこに海外へ決断、その後に元町工場ですからなぜ地球の裏にトヨタはまだ小さな本社工場しかない時にあそこに出したかなっていうのを、まさしく私も先ほど見た移民の資料館に行った時に本当にトヨタが世のために向こうに出てってその人たちの雇用だとかそういうものをやるっていうのはもうその時にもうあんな小さなトヨタが真裏に行ってそういう雇用を守りながら生活を発展させるとかね、そういうことをやったっていうのはすごい決断だし、それは先の時代からずっとトヨタが人にね、社会貢献とか社会復興いろんなことに対して必ずやるっていうことをね、その精神がずっと当時からあったんだなっていうつくづく思いました。でブラジルの人たちもある会社を持った人たちが僕のおじいさんは、とにかくトヨタってものは分かんなかったけど、日本から企業が来てくれるっていうことでものすごく心強かった、そういうことを言われた時にそういうことかって初めてこれがなぜこの時にブラジルに進出したっていうのがね、私なりにトヨタはそういう精神は先の時代からやっぱりこういうことがずっと生きて継承されてるんだっていうのをね、つくづく思いました。そういう人のために町のためにという精神が受け継がれているからこその今回サンベルナルド工場の閉鎖というところにもつながっていくわけですけれども、一方でこれだけ根付いているわけですから相当勇気のいる決断だったと思うんですね。どんな背景があったんでしょう？ソロカバとかそのポルトフェイスだとか、いろんなところ見た時に、ものすごく従業員が24歳とか6歳ぐらいで若い人がどんどん取れると、これからやっぱりもっとブラジルが工場を発展させるためにはそういう条件も考えればあそこにから地へ行って向こうでもっと大きくしてブラジルの貢献するっていう目では正しい選択だと思いました。井上本部長が、トヨタのヒストリーはこれからも続きますと従業員に伝えていましたけれども、従業員にとっては工場が変われどですね、または勤務先が変わったとしてもトヨタの一員であり続けるということなんでしょうか？それはもちろんね、同じ車を作ってるわけでどこ行ってもトヨタはね、トヨタの人だし、トヨタがあれほどどんどんソロカバとかね、ダワヤ2だとかいろんなところで活躍してどんどん車が活気づけばあの人たちの大きな恩返しだと思うんですね。よかった、ここを閉鎖してもあんなところで羽ばたいてもっと飛躍してくれてる、これを見ると本当にあの人たちも本当によかったと思ってくれるね。やっぱりそうしなきゃいかんと思うんですね。動き続けるといえば小松700トンプレスもその一つですよね。トヨタ自動織機の自動車部の時に購入したプレス機が現役で動いてるってことだけでももう相当な驚きだったんですけど、これからも現役で稼働するっていう、本社にこれ戻すか戻さんかっていう話を
以前あったんですけど、はい、少しお金がかかる。でもすごく大切な宝物だから返そうと、でこれからもあれも試作みたいな小さなものをあそこで打とうと思ってます。でこれを見た時に思ったのは、はい、89年稼働し続けてるわけですけど、はい、で僕は60年金属ったらこのプレスから見たらお前は青二歳だなって言われるぐらい親父でさえそれぐらいのでもっとすごいなっていうのは、私も去年おととしとパブリカとかクラブのレストアしてもう徹底的にこうやって徹底的に回らせてやったけど、一つ一つ見るとなぜこんなものが作れたのか、その当時。で小松のプレスもクランクプレスとしては第1号だっていう歴史を見たんですけど、はい、当時こんなプレスもない材料もない、なんでこんなものができた、それぐらいのレベルのものを作ってるっていうのが、本当にこれぐらいの技術や、いろんなものがこれぐらいの時にこれぐらいのものを挑戦してる、はい、これはね本当に学ぶべきとかあって、じゃあ今いろんな情報やいろんな技術やいろんな材料にみんな揃ってる、そこの中から集めて作るだけでは、技術者としてはまだまだだねっていうことを僕は言ったんだけど、はい、ここのものでここの中のものを集めて作ってるだけでは本当の挑戦じゃないよね。なるほど。だから歴史ってやっぱり本当にすごかったねじゃなくて、当時の背景の中でこのものができた、じゃあ今恵まれてるんだからもっといいものを作らなきゃいかんじゃないか、こういう意識をずっと持ち続けることがもっといい車作りが絶対に必要だと思うんだね。そのためにもふるさとに戻って稼働し続ける、はい、あの姿を見せるっていうのは大事なんですね。はい、なるほど。はい。で実はですね、サンベルナルド工場の跡地というのは地元の企業への売却が決まっているんですね。で受け継ぐ企業も特別な思いを持って購入を決めたそうです。後を継ぐのはサンベルナルドを拠点に石油やガスなどの産業用交換を手掛ける企業です。なぜ買い取ったのでしょうか。話を聞きました。Nós queremos continuar com alguns ensinamentos que tivemos com alguns executivos da Toyota. A gente deve aprimorar esse nossa busca pela qualidade e a busca pela organização. Essa é a ideia da gente estar aqui e ampliar nossos negócios, porque estávamos precisando também de um espaço maior para crescer. 今後はサンベルナルド工場の従業員を採用することも考えているそうです。トヨタの人たちとは交流は続けていくんですか？ Esse é o nosso grande desejo, é continuar essa relação para poder aprender cada vez mais e, sem dúvida, aproveitar todo o know-how que a Toyota possa nos passar quanto à qualidade, organização, e a gente vai ficar atrás e correr atrás desse objetivo. 跡地を受け継ぐのは自動車会社ではないんですけれども、今あったようにトヨタと交流を続けて品質や組織に関するノウハウを教わりたいと語っていました。トヨタにとってみると工場がなくなった後でもこういった地元企業ですとか地域との関わりは続けるっていうことなんですね。そうですね。私ももう一部入っているっていうところを見たけど、そのままのいろんなものを生かしながら使っていただけるっていうことはすごくありがたいし、今言葉を聞いてもね、地域に対してトヨタが TPS とかそういったこともね、やっぱりやり続けて、そういったことに貢献するっていうことは大事だなっていうことをつくづく思ってます。サンベルナルドからトヨタはいなくなってもトヨタの思いは受け継がれていくというね。そして最後にですけども、ブラジルにはまだ3つ工場があります。サンベルナルド工場は閉鎖となりましたけれども、どんな未来を見据えていらっしゃいますか？サンベルで基礎を築いて、あらゆるものを基礎を築いて TPS もそうですけど、本当にあそこで成熟したと思いますね。でそれを受け継いだ人たちが各工場に移って設備もものを持っていったりして、あれでまた飛躍するっていうね、それをとにかく皆さんがサンベルにおった人たちの恩返しのためにも、地域の人の恩返しのためにも、ブラジルのためにも
ますますあそこでもっといい車作り、こういうものをどんどん地域のためにこうやるっていうことがね、トヨタの使命だと思ってます。また働いている皆さんの元気な姿もね、見たいですね。見たいですね。今日は河合親父にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。